皆さんこんにちは。スタイライズドシェーディングの進めを担当させていただきます藤田です。このセッションでは、僕が普段やっているアナログ風のシェーディングだとか、そういったことに特化して、主にお伝えできればなと思っています。結構スタイライズドシェーディングっていうと幅広いシェーディングのことを指すとは思うんですけど、この講座では特にアニメ背景風だとかアナログ背景風だとか、そういったところに特化して取り上げていければなと思っています。では自己紹介の方に早速移らさせていただきます。で、ちょっと前まではフジタリアンという、ペンネームで活動していて、で、それが藤田翔という、本名で活動し始めたというような感じです。で、昔も今もそうなんですけど、建物とか背景とか、そういう機械とかですね、を主に作っていて、で、そういったアニメーションを作っています。で、創作活動自体は最初から 3DCG っていうわけでもなくて、最初は小説から入ったような人間でして、で、その小説を書いてるにあたって、挿絵とか表紙絵とか、そういったキャラクターとか背景とか、そういうのを描きたくなってデジタルイラストですね、それを描き始めました。そこからさらにちょっと具体的な、もっとリアルな画面が作りたいなということで、コンセプトアートとしてフォトバッシュを作り始めました。で、フォトバッシュっていうのは写真を切って貼って、色を塗って、僕の場合は色を塗ったりもしてたんですけど、そういったアートですね。で、それを結構長くやっていて、で、ただそれもその背景の当たりをつけるために 3DCG 上で箱とか置いて、それを元にパースとか作れたら楽だなっていうところから、ブレンダーをインストールして、そこから 3DCG に入りました。現在はもう 3DCG アニメーションメインですね。結構、フォトバッシュとかと同じような世界観を 3DCG で表現しているというような形になります。で、現在はフリーランスとしてお仕事をしていて、ミュージックビデオの背景モデルだったり、あとはアニメ制作会社でシェーディングの研究だとか、そういったことをしています。で、最終的な目標は監督でして、映像の監督になりたいなっていうのが一番の夢でして、で、それに向けて今自主制作を作ったり、あとは企画を考えてどこかにアタックしようかなとか思ってたり、そういったところです。作品紹介ですね。まずは、ドーリーという作品なんですけど、これは結構新しい作品でして、ただスタイライズドシェーディングとはあまり関係ないんですけど、キットバッシュっていう既存のアセットを組み合わせてこういったような世界観を作るというような、そういった作り方で作っています。で、この辺もインスタンスとか、そういうブレンダーのテクニカルなものがあるんですけど、そういうのを結構駆使して軽い状態で作ったような作品になります。で、これはテーマとしてはメタバースですね。この頃メタバース系の会社にいたっていうのもあって、結構メタバースが好きで、これも完全に人類が作り上げた無限に広がる世界みたいな、そういった設定があって、それをビジュアル化したというような感じです。次に子供都市という作品なんですが、これは多分 3DCG の中ではだいぶ初期の方に作った作品でして、で結構アジアンカオスというか、今にも通ずるところがあるんですけど、そのごちゃごちゃした街がこの頃から好きで、こういう看板の点滅とかもですね、こういうのマテリアルの知識がこの頃からあったので、そういうのを使って、こういった街を一つ作ってそれをアニメーションにするというような作品を作ってました。で、これが多分一番今ある中で新しい作品でして、とはいえこの作品は結構子供都市とかそういったものを作ってた頃と同じような、もう2年前くらいのものにはなって、それがやっと公開というような形にはなったんですけど、これもユニティに持っていけるくらい軽い街でして、というかそもそももうユニティに持ってって中で入れる、遊べるみたいな、そういったコンセプトで作った作品なんですよね。で、これは街を1個作りまして、で、UV スクロールとかそういったちょっとテクニカルなこともして、で、レンダリングをして、アフターエフェクトでちょっと色とかを調整して、こういったアニメーション作品にしたというような形になります。で、あとはちょっと先ほどもお話ししたフォトバッシュだとか、イラストとかですね、そういうものも結構作っていて、今は作ってないんですけど、そのフォトバッシュとかだったら、写真を切って貼って、で、自分の場合はそれを一回白黒にして、その上からオーバーレイっていう合成モードで色をつけて、グリザイユ画法っていうものなんですけど、そういうのを取り入れてフォトバッシュを作ってたりしました。で、イラストも結構細かいのを描いててですね、街が好きっていうのが、建物が好きっていうのがすごいあるので、そういうのをずっと永遠と描いてたりはしました。じゃあ、早速実演の方に移らさせていただくんですけど、今回実演するのはこちらのシーンですね。これは結構アニメ背景風 3DCG ということで、ネットの方でもなんかいろんなところで取り上げられていただいて、これ自身は僕は趣味でやったものでして、そのアナログ背景っぽい質感を 3DCG で作りたいなっていう、ブランクの期間があったので、そこでちょっと研究をして、いろいろアニメーションとしてレンダリングして、ちょっと発表してみたいな、そういった形で経緯で作ったようなシーンになります。これ自体は結構筆の質感だとかディテールの粗密だとか、あとは見る角度によって面の色が変わるとか、そういったことをブレンダーではできるんですけど、そういったものをいろいろ組み合わせてアナログ背景っぽいシェーディングを作ったというような感じです。で、今回そのうちの一つですね、この看板のマテリアルがあるんですけど、これを例に本当に触りの部分だけですけど、そういったものをどうやって作っているのかっていうのを実演お見せできればなと思っています。では、じゃあ早速実演の方に移らさせていただきます。今回使うシーンっていうのがこちらの、先ほどちょっと紹介があったシーンですね。
ちょっと結構前にアニメ背景の研究をしていた時に作ったシーンなんですけど、見ていただくと分かる通り、ちょっとアニメ背景風っぽいというか、リアルな 3DCG ではないようなそういったシェーディングというのを目指して作っていたシーンになりますね。結構いろんなガラスだとか、あとはコンクリートの壁だとか、あとはちょっと茂みみたいなのもあって、いろんな要素が絡み合ったシーンにはなってるんですけど、今回実演するのはこの看板のマテリアルですね。で、これも完全にこれをコピーするというわけでもなくて、その触りの部分だけ、その時間内でできる限りのことをちょっとお伝えしようかなと思ってます。で、それにあたりなんですけど、そもそもマテリアルとは何かみたいな、そういったものからちょっと最初に説明しようかなと思います。で、マテリアルというのは、このシーンは 3DCG のオブジェクトがこうやってたくさん並んでいる状態にはなってるんですけど、この表面に例えばここは金属だとか、ここは看板だとか、これはガラスだとか、そういった情報をいろいろマテリアルという概念を使って伝えるということですね。だからガラスの質感だとか、コンクリートの質感だとか、木の質感だとか、そういった質感のことをマテリアルと呼んでいます。ブレンダーだとこのマテリアルプロパティというのがここにありまして、このプロパティパネルの中にマテリアルプロパティっていうのがあって、今選択しているこのオブジェクトにはこのシルバーっていうマテリアルと、あとは看板テストっていうマテリアルが追加されているという、そういったことになります。なのでこの辺はいろんなオブジェクトごとに全然違うものが追加されている、アサインされているということですね。このマテリアルを追加する方法なんですけど、このオブジェクトを追加してまずは、最初の状態だとこのように真っ白な単なる箱でしかないんですけど、これはオブジェクトだけはあって、マテリアルはデフォルトのものが割り当てられている。つまり何も割り当てられてないという表示にはなるんですけど、そういったことになります。で、ここにこのマテリアルプロパティの中から新規というものですね。こちらから新しいマテリアルを追加することができます。で、このマテリアルっていうのは、一応このプロパティパネルの方からこういった感じでいじれるんですけど、ただ、これだけだと色と、あとはメタリックとか粗さだとか、本当に単純な数値しかいじれなくて、結構表現の幅は狭まってしまうので、これにいろいろな、例えば光らせたりだとか黒くしたりだとか、そういったものを追加していくのがこのシェーダーエディターですね。ここからこのノードエディターというものにつながるんですけど、ここにいろいろなノードというものをたくさん追加していって、でそれをこのソケットというものでどんどんつないでいって、意図した質感を作るというのが、マテリアルの考え方になります。で、一応ここで最初に表示されているのがデフォルトのパロメーターになるんですけど、こういったような形でここと対応してるんですけど、これがシェーダーみたいなというような役割を果たすノードでして、で、ここにはベースカラー、だから色ですね。あとはメタリック、この金属光沢の有無だとか、あとは粗さですね。これ見ていただくのが早いんですけど、粗さが0だったらもうこういうツルピカな感じになって、で、粗さ1になっていくと反射はなくなるような形になります。で、あとは今回使わないんですけど、泡だとか、透明度ですね。とか、あとはスペキュラーだとか、この反射の強さだとか、あとはそうですね、ノーマルマップ。これは疑似的に凹凸を表現するというものが 3DCG にはあるんですけど、そういうのをできるようなソケットがここに備わっています。で、このシェーダーに関してもいろいろありまして、ちょっとこの追加のところからシェーダーの中からこういうふうにたくさんシェーダーがあるので、各々自分の求めてるシェーディングを実現できるようなものをこの辺から追加していろいろつなげていって、で、どんどん、ちょっと見た目は変わったんですけど、こういったように意図した見た目に近づけていくっていうのがシェーディングの作業になります。で、これがマテリアルに関してのすごく基礎的なところでして、でもここにいろんなノードを大量につなげてこういったような質感ができるというわけですね。ではそういった形でそのマテリアルのベースとなる部分の説明は以上なんですけど、ここからさらに今回のセッションでメインとなるこういう絵っぽいシェーディングっていうのはどうやってやるのかっていうのをちょっと触りの部分であるんですけど、この看板のマテリアルを使って実演してみたいなと思います。今この選択されている看板のマテリアルがあって、でこれはシェーダーエディターでは今こういった状態になってます。オレンジ色のノードがテクスチャーノードというものになってまして、これテクスチャーという画像ファイルですね。そこからこのカラー情報、色情報を取ってくるっていう、そういったことをしています。で、これ今プレビューしてみるとこういった感じですね。これが全くシェーディングなしの状態で、だからどこからどの角度から見ても全く同じ色に見えるかなと思います。これカラーが直接マテリアルの出力につながっているので、こういう見た目になるということですね。で、ここにプリンシブル BSDF という、これもデフォルトであるものなんですけど、これをつなぐことでこのように影が描画されるということですね。ここでシェーダーという形でちゃんとマテリアルの形として出力されるという、そういったような一連の流れになります。で、ただこの状態だとちょっと見ていただくと分かる通り、ただ単に影が入ってるだけですので、今回ここの間にいろんなノードを追加していって、で、こういったような絵っぽいというか、ただ単なマテリアルではないような見た目にするような実演をやっていこうかなと思います。
で、じゃあ実際に移っていくわけですけど、まずノードっていうのはこの上から追加することができまして、入力から例えばフレネルとかですね。これもよく使うノードなんですけど、こういったようなカメラの方を向いた面が黒くなるみたいな、そういった入力、出力ですね。で、これちなみになんですけど、僕はこの追加アンダーバーノードっていう、これPy メニューエディターというアドオンがありまして、そこから好きなメニューを作れるんですよね。で、そこで僕はもういつもノードをずっといじってる人間なので、こういうノードを追加する専用のメニューみたいなのを作って、ここからポンポンと追加していくっていうような作業をしてます。はい。で、なので今回もこれちょっと使ってやらさせていただきます。こちらがじゃあ先ほどのレイヤーウェイトですね。フレネルとレイヤーウェイトって2つあるんですけど、僕はいつも出力が2つあるので、フレネルとレイヤーウェイトというノードを使っています。機能としてはほぼ同じですね。この前を向いた面が黒くなる。で、ちょっと角度が浅い面は白くなるというような、そういったノードの入力になっています。正直このレイヤーウェイトっていうのがすごい鍵を握ってるノードでして、これと先ほどのこのテクスチャの画像を合成するだけでももうすでにいい感じに見えるんですよね。で、この合成するっていうのがどうやってやるかっていうと、このようにミックスっていうノードでつなげることでできます。これはちなみにノードラングラーというのをアドオンを入れていれば、このコントロールシフトプラス右クリックで結ぶことでこういったようにミックスを自動で作れる機能があるんですけど、そういったものでこうやってミックスで混ぜています。で、混ぜたらどうなるかっていうと、このように係数をいじることで、この上の入力が採用されるのか、下の入力が採用されるのかっていうのをここの係数で切り替えることができます。で、ここにカラーとかミックスとかあるんですけど、これカラーの場合はカラーでいいんですけど、ベクトルの入力でミックスしたいときはベクトルにして、フロートっていう、小数点の数値ですね。それのミックスをしたいときはこちらを選択するというような、プルダウンが出てきます。で、今回は、カラーのモードで合成を行います。で、合成モードはミックスとか乗算とか暗い方とか、比較案とかそういった形ですね。その、フォトショップでいうところの合成モードみたいな、そういったものがたくさん用意されています。で、ちなみに僕がよく使うのはこのソフトライトという合成モードでして、結構オーバーレイが一般的なのかなとも思うんですけど、僕は結構ソフトライトの方が柔らかな色合いになるので、ほぼこっちを使ってます。今、どういうことが起こってるかっていうと、このカラーのノードにレイヤーウェイトのこの入力をソフトライトで合成したということになりますね。なので、ちょっとわかりにくいんですが、この角度を浅くするとちょっと白くなるような見た目になってます。ただちょっとこれすごいわかりにくいので、ここにカラーランプというノードをつなぎます。これはこの入力の0から1までをこうやってマッピングし直すことができるというノードですね。で、これをやることによってこの微妙な違いなんですけど、この白と黒のエリアを調整することができます。で、基本的にイラストっていうのはこの面の方に向いてるか、カメラの方に面が向いてるか否かっていうのが白黒のシェーディング、陰影にすごい影響される媒体だと思っているので、このレイヤーウェイトっていうのを使ってソフトライトでとか、オーバーレイとか乗算とかで合成してあげることによっても一気にイラストっぽくなったりします。ちなみにこの辺のカラーランプの保管方法も変えて、で、このいい感じに調節して、合成するというような形ですね。で、今すごいベーシックなことやったんですけど、基本はこういったものの積み重ねで、もうすごいいろんな数のノードがたくさんあるんですけど、そういうのをいろんなポンポンと置いてって、意図した見た目にするということをやります。なので、こういったものをどんどん追加していくことにはなるんですけど、入力の中から今度はテクスチャー座標ですね。はい。で、これから今何をやるかっていうと、このイラストっていうのは結構アイレベルにハイライトが入るような絵が多いんですね。っていうのはそれが一番美しいっていうのもありますし、アニメの背景でもよく木の柱の真ん中のところに明るくなってる光が入ってたりとか、そういう結構演出的なところがあるので、そういったものを今からノードで再現してみようかなと思います。テクスチャー座標というものを追加したんですが、ここの中の一番下ですね。この反射という入力があるんですけど、ちょっと一回じゃあまずつなげてみます。XYZ 分離というものがあって、これはベクトルの情報を X 方向、Y 方向、Z 方向で成分を分解するというものですね。で、これに数式の中から絶対値を入れてあげて、で、そうするとこのマイナス1は1になって、1は1になって、だからマイナスの符号がプラスに変わるということですね。で、ここまでちょっと進んじゃったのでおさらいですけど、はい、じゃあ今テクスチャー座標というものを追加したんですけど、ここからの反射という出力から XYZ 分離というノードにベクトルをつなぎます。で、ベクトルっていうのは X 方向、Y 方向、Z 方向っていう、3つの方向ですね。それを一つのデータに収めたっていう型になります。で、それを XYZ 分離、だから X 成分、Y 成分、Z 成分で分離するっていうのがこのノードの役割です。で、それを絶対値につなぐことで、その上下方向の成分のマイナスを全部プラスに返すっていう、そういった処理がここで行われています。
で、今そういうことをするとどうなるかっていうと、こういった感じですね。だから要するに、アイレベル、この真横を向いたところが0、で、上を向いたら1、白に近づいていくというような挙動になります。これ自体はすごいアイレベルのハイライトを表現するというのにもドンピシャな表現なので、これはすごい使えるノードの並びかなと思います。で、ただこれ今、黒がハイライトで、白がなんかシャドウみたいなちょっと逆転した状態になっているので、これを白黒反転させてみようかなと思います。で、この白黒反転っていうのも大体カラーランプでできることなんですけど、このカラーランプでこういったように白と黒を逆転させてあげることによって、ハイライトが白で、それ以外は黒みたいな、そういったようなことができます。で、じゃあ一回ちょっと仮でこれをシェーダーの放射ですね。ここのところに強さで繋いでみようかなと思います。そうするとですね、こういったように、先ほどのこの看板のテクスチャーにさっき作ったこのハイライトですね。これが加算で合成されて光っているというような形になります。で、ちょっと余談かもしれないですけど、ここの定山挟んであげて光の強さを強めてあげることによって、この、すごい光ってるというのがわかるかなと思います。で、ただこれ見ていただくとわかる通り、もう完全に機械的なハイライトであまり面白みがないので、ここにもさらにいろいろ追加していくということになります。じゃあちょっとこのテクスチャーノードを複製して、こちらの手書きテクスチャーですね。これは僕がオリジナルで作ったテクスチャーなんですけど、この外側の全部テクスチャーっぽいのは、手書きっぽいのは全部このテクスチャー由来の成分になってまして、でここから出てくるこの色のカラフルな筆の情報ですね。これをいろいろこねくり回して、こういったような、ちょっと明るさの変わるんだけど、その明るさが変わる度合いが筆っぽくなるような、そういった挙動をここで作っていきます。これ今いい感じに貼れてるんですけど、ただちょっとテクニックとしてせっかくなので一つ紹介しておくと、このテクスチャー座標ですね。先ほどと同じものなんですけど、ここのオブジェクトとかから繋いであげて、で、平面からボックスを選んであげると、このように UV 展開があたかもされたような感じでマッピングすることができます。で、この辺もブレンドの値で、この間の部分をパッキリさせるか、ちゃんとブラーをかけるかっていう、そういったような調整ができて、で、あとはこのテクスチャーのサイズも、ここのベクトル演算のスケールですね。これを挟むことによって、このようにテクスチャーのサイズをここで調節できたりします。はい、ちょっと、良きサイズに、だいたい周囲と同じなので、これくらいですかね。はい、これくらいで、もうちょい小さめかな。はい。これくらいでやってみます。で、じゃあこれをどう使うかというところなんですけど、コンバーターの中のカラー分離というものがありまして、で、これでこのカラーの入力からされたものを赤成分、緑成分、青成分というふうにRGB で分けて出力してくれます。だからつまりこの一つのカラフルな筆のテクスチャーから3パターンの筆のテクスチャーが取り出せるということですね。で、これを使って僕はよく筆っぽい質感をつけてます。で、どうつけるかというと、例えば追加のカラーの中のカラーミックスですね。これを先ほどのこのハイライトの上に焼き込みカラーとかで追加します。そうするとどうなるかっていうと、こういった感じで、この先ほどの筆のテクスチャーがこのハイライトのこちらの画像出力に焼き込みで合成されることによって、こういったようなちょっと手書きっぽいハイライトが入るようになります。で、この辺もちょっとカラーランプの補完をこのように変えてみたり、あとはこの焼き込みの係数も変えてみたりして、いい感じに変えて、で、これで一回見てみると、このようにちょっと先ほどよりはハイライトが筆っぽくなったかなと思います。あとはこのハイライトの色もこのカラーのところからこのように変えられるので、例えばイラストだと結構空の色が影響していろんなところに青が出てくるので、青っぽくしたいなとかだったらここに青を入れていただくのもいいですし、あとはこの看板のテクスチャーをここに入力しちゃうという手もあります。で、ただ今回ちょっとこの看板のテクスチャーと青が半々くらいになればいいなというところなので、ここのミックスノードを使って係数を 0.5 とかにして、この看板から出てきた色の出力とこの青を 0.5 で混ぜるような、こういった感じですね。看板に青を混ぜたような形でハイライトが入るようにしてみます。あとはこの今筆のテクスチャーをハイライトに適用させたんですけど、別にハイライト以外にも適用させることはもちろんできまして、だから例えばですけど、この看板ですね。ここに別の筆のテクスチャーを係数として入れてあげて、例えば定山とかにすると、このようにちょっと筆によって赤く色がついたような表現もすることができます。これ今何がやられたかっていうと、この先ほどの手書きのテクスチャーからこういったような白黒の画像が出てきてるんですけど、これを係数ですね、ここのミックスノードの係数として入力をすることによって、この白い部分には定山が合成されて、黒い部分には何もされないというような、ここでそういった描画ができることになります。はい。で、ここで合成されるこの赤っていうのは、自由にいろんな色ができるので、ここではちょっとサビっぽい色ということで、
なんか赤黒っぽい、茶色っぽい感じですかね。こういったような、じゃあちょっと合成をしてみようかなと思います。で、ちなみに、じゃあこれをリルートという機能を使って、ここにつないでチェックしますと、はい。こういった形でもうなんか、先ほどのこのノードがないと、すごい新品みたいな看板になってるんですけど、この定山で赤っぽい汚れを足してあげることによってなんか、趣深い感じになりましたね。この辺の色も全然自由に変えられるので、ちょっと明るい色がいいなということでしたら、こういったように書いていただいて、はい。これで結構ベースの部分はできてきました。で、ただ、これだとまだちょっとハイライトが入りすぎたりとか、いろいろやりたいことはあるので、ここからじゃあちょっと AO というものを追加して、もう一工夫してみます。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など、著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。この AO っていうのはアンビエントオクルージョンというものの略なんですけど、これ奥張ったところは黒くなって、奥張ってないところは白くなるみたいな入力ですね。ちょっと分かりにくいので、カラーランプをつないでみて、この辺の数値もいじってみたりするんですけど、はい。このように、看板の端っこだけ黒くなるというのが、ここで出力でできるような形になります。で、これはこの看板はちょっと出っ張ってますよね。この奥張ってるんですよね、ここが。だからこの奥張ったところは黒くなって、で、奥張ってないところは白くなるというような、そういった出力をここでアンビエントオクルージョンから出すことができます。僕がよく使うのはこの先ほどのハイライトとかですね、こういったハイレベルのハイライトを使いましたけど、これって端っことかこの奥張ったところにはハイライトって入りづらいじゃないですか。光が届かないので。だからここにこのアンビエントオクルージョンの出力を定山とかで合成してあげることによって、この端っこの部分だけは光らないというような、そういったことができます。これもやることは同じで、ミックスノードからこの先ほどのアンビエントオクルージョンの出力を定山とかで重ねてあげると、こういった形で、これが重ねた状態で、重ねないとこういったように端っこまでもうパッキリハイライトが出てるという感じになっちゃうんですけど、これでマスクを切ってあげるようなことをすることによって、この端っこだけちょっとハイライトが出てないような、そういったような表現にすることができます。で、あとはですね、結構出来上がってきたんですけど、このアンビエントオクルージョンという使い道で言うと、例えばこちらの上の看板とかもそうなんですけど、この奥張ったところだけがちょっとなんか筆の汚れがついたようなディテールがついてますよね。で、これっていうのは結構絵の描く方だとわかるかなと思うんですけど、このサビの垂れた感じを表現するときとかに筆でシャッシャッシャとやるんですけど、それは結構奥張ったところというか、あまり風が届かないようなすごい汚れてそうなところに集中してるんですよね。で、そういうのをこのアンビエントオクルージョンでまた表現することができます。で、じゃあちょっと今カラー分離の青のチャンネルをまだ使ってないので、これを使ってやってみるんですけど、例えばじゃあまた複製して、で、このアンビエントオクルージョンにこの筆のテクスチャを合成するというような形でやっています。で、このアンビエントオクルージョンに、例えば追い焼きカラーとかで、追い焼きカラーだと弱いですね。リニアとか、こんな感じですね。この辺は結構合成モードってたくさんあって、しかも結構僕も全部覚えてないというような感じで、いろいろやりながら意図したような見た目になるまで繰り返すというような感じですね。で、今回だとちょっと今、奥張ったところが黒くなって、奥張ってないところが白くなるっていうのが今、いい感じにできたので、じゃあ今回リニアライトでやってみようかなと思います。で、ちなみにこれ今何をやられてるかっていうと、このアンビエントオクルージョンで作り出したこの白と黒の出力にこの筆のテクスチャーの白と黒をリニアライトで合成したというような形になります。ただこれ仮にですけど、これをそのまんま定山とかで合成しても、それっぽくは見えるんですけど、ただちょっと黒すぎるというか汚れすぎているというような見た目になっちゃうので、この辺はこの係数をいじって調整してあげるのでもいいですし、あとは先ほどのこの黒と白の筆の汚れにまた別の合成モードで別の色を合成してちょっと意図したような見た目になるように、こんな感じですかね。とりあえずちょっとサビっぽい汚れということで、これを定山で重ねてみます。結構こういった形ですね。で、これでこのアンビエントオクルージョンの上にだけ筆のテクスチャーが乗るということができたので、この辺もちょっと色を調整してこんな感じですかね。で、これでちょっと筆の汚れが入ったようなそういった質感にすることができます。で、ちょっとまだ
反射が強すぎるので、こういったところはこの辺の色を調節したりだとか、係数を調整をひたすらやる作業にはなるんですけど、まあこういった感じですね。で、ちなみになんですけど、ここの今ベースカラーとかカラーとか、放射のカラーとか放射の強さだとか、まあそういったソケットにしか接続はしてないんですけど、この辺のメタリックとか粗さとか IOR、アルファとか、まあそういったものは基本的にはこのアニメ背景風のアナログ背景風っぽいのではあまり使わないですね。で、強いて言うならですけど、このメタリックっていう係数が意外とこの色味に関係してきたりするところがあるので、これを例えば先ほどの筆のテクスチャー、こちらのさっきの筆のテクスチャーですね。ここから繋いであげることによって、このちょっと筆の影響を強めることもできます。でもこれ切断するとこういう感じですね。若干この影の中とかで計算方法が変わるので、それをこのメタリックという係数に筆のテクスチャーから繋いでこの絵っぽい見た目にするという、そういったテクニックもあります。ではじゃあここからちょっと仕上げとしてまた、数値の調整はまだ必要ではあるんですけど、例えばテクスチャー座標の生成を XYZ 分離につなげて、で Z に分離して、でまた Z 値とかを入れてあげて、でここに数式で加算を減算ですね。加算だとプラスになっちゃうので減算で 0.5 やってあげるとこういったようなマッピングになります。でこれは今何をやったかっていうと、このテクスチャー座標の生成っていうのはこのオブジェクトの上から下まで0から1で全部マッピングをしてくれるんですよね。でこれをそれぞれ X 方向、Y 方向、Z 方向でこのようにここのノードで分離して、でそれを減算で 0.5 だから下が0で上が1なので、ここから 0.5 を引くことによってマイナス 0.5 からプラス 0.5 になるってことですね。でそれの Z 値を取ってあげることでこういったようなオブジェクトの真ん中が0で上が1、上に行くにつれて 0.5 に近づいていくというようなマッピングを作ることができます。でこれで何を作るかというと、この看板の例えば結構イラストとかだと真ん中が白くて奥が黒いみたいな、そういった美しいグラデーションがかかってるという表現がよくあるので、このテクスチャー座標のテクスチャーの生成から出てくるこの白黒のマッピングっていうのは結構そういったものを表現するのに適しています。実際この柱の真ん中にあるハイライトとかもこういう方法で僕はよく作っています。なので例えばベースカラーとかですね、ちょっと散らかってきたんですけど、この辺のベースカラーとかに複製して、でこの先ほどの白黒をスクリーンとかで合成します。ちょっとスクリーンじゃあれかもしれないですね。そうするとこのように先ほどの真ん中が白くて端っこが黒いというようなこちらの出力をこのカラーにスクリーンで合成することができます。でただスクリーンだとちょっと味気ないので、いろんな合成モードを試してみて、こんな感じですね。グラデーションが入るような、絵っぽい表現というか、絵って結構のっぺりした面にグラデーションがかかるというような、そういったディテールが結構いろんなところに出てくるものなので、そういうのは結構こういうテクスチャー座標の生成から出てくる出力で表現することができます。でこういった形で合成すると、ちょっと暗くなっちゃいましたね。ここからは結構数値の表現というか調整みたいにはなるんですけど、このように例えばこのソフトライトは入れすぎかなとか、乗算も入れすぎかなとか、これあれですね、ソフトライトとかでもいいですかね。はい。で、あとはこれはちょっと半分余談にはなるんですけど、これ今マテリアルノードたくさんいじってこんなぐしゃぐしゃの状態になっちゃってるんですけど、これはちょっと正直良くない状態だなというのは思ってて、っていうのはこのマテリアルノードってここではこの入力からこういう色が出ててとか、そういったものを全部自分で把握してないと先に進めないものなんですよね。なのでこういったものはこういった形でこのノードの線がこうやってたくさんつながってますけど、それがなるべく重なり合わないような、このアンビエントオクルージョンだとかテクスチャー座標だとか、そういった似たような機能を持ったのは左側に寄せて、でそこから徐々に具体化していくにつれて右に流れていくみたいな、そういったような全体の構成ができるとすごい見やすいノードの配置になるので、そうするとどこで何が行われているのかっていうのを最後まで追いながらシェーディングができるので、美しいシェーディングというか、レベルの高いシェーディングができるかなと思います。で、僕の場合今回じゃあこんな感じですね。で、あとはノードラングラーの機能なんですけど、シフトをしながら右クリックでこうやってノードの線を遮ることによってリルートっていうものを追加することができまして、でこれによってこういったようにノードの経路を自由にいじることができます。でこれでなるべくこんな急なノードとか、あとはノードに重なったの線とか、そういったものをなるべく避けるようにして、この見やすいマテリアルノードっていうのを意識するということになります。でこんな感じですかね。はい、結構本当にこれは触りみたいな形でして、今回結構こういった多分10個20個とかですか、それくらいのノードをつなげるというような形にはなってるんですけど、ただこの辺のマテリアルノードはもう
本当に50個とかすごいそれ以上の数もつなぐことがあるくらいなので、ですし、あとは入力の中見ていただくと分かる通り、このように、たくさんの入力があるんですよね。しかもこの入力の中にもこうやっていろんな出力があったりして、そういったようなすごい無限の可能性を秘めているので、ノードのつなげがりっていうのは。なのでそういうのをちょっと駆使して、こういった絵っぽい表現というか、ハイライトの表現とかですね。ここもちょうどアイレベルにハイライトが入るっていうテクニックが使われてるんですけど、こういったものを積み重ねることによって、このイラストっぽいマテリアル、質感を作ることができるというわけです。今回紹介したのはもう本当にごく一例でして、これノードっていうのは単なるツールでしかなくて、絵でいうところの筆でしかなくて、それで何を作るかっていうのはもう個人の自由なので、それにあたってこの、ノードの各ノードの入力とか機能ですね。そういうのを頭の片隅に入れておくことで、その思い描いたシェーディングを作るということができます。なので、ブレンダーのノードっていうのは、そういったところで、同じソフト内でモデリングもシェーディングも全部できるというところで、すごい恵まれているソフトなので、ぜひこういったマテリアルノードでいろんな質感を挑戦してみるだとか、世界観に挑戦してみるとか、そういったものは、ぜひ挑戦していただきたいなと思います。というわけで、じゃあ、実演は以上となります。はい。では、じゃあ、先ほどの実演も踏まえてなんですけど、作例の方に移ろうかなと思います。で、作例というのは、この先ほどマテリアルノードでいろいろいじくったんですけど、そういったものを使って、スタイライズドシェーディングっていう、大まかな括りで、アナログ背景以外のいろんな表現もしているので、そういったところを一個一個解説していこうかなと思います。まずこちらが自主制作アニメーションの画面にはなるんですけど、これも結構マテリアルノードでいろいろ工夫してきたところでして、例えば画面端での色の変化ですね。これ先ほどの実例では取り上げてないところにはなるんですけど、ブレンダーではこのテクスチャー座標というところかな。ウィンドウっていう出力から画面の座標を取得できるですね。だから例えば画面の端にだけ黒っぽくしたり、画面の真ん中だけ真っ白にしたりとか、そういったシェーディングがカメラから見た状態ですることができます。投影したような形ですね。で、この画面で実際どこに使われているかというと、この階段の端っこに青い光のラインみたいなのが入ってると思うんですけど、これもちろんこの辺の光のラインも、画面の奥の方の光のラインも全部同じ光のライン、オブジェクトのなわけですよね。ただ、この画面の真ん中だけちょっと明るくて、画面の端に行くにつれてちょっと青が沈み込んでいくような、そういった色合いになってるかなと思います。これはその画面端での色の変化っていうのを、そのテクスチャー座標から画面端でここは画面端にどれだけ近いかみたいな情報をもとに、この青と白をマッピングすることによって、画面の中心は明るいけど、画面の端っこはちょっと暗くなっていくみたいな、そういったような色の変化をつけることができます。それに加えてですね、この発光するパーツに、レイヤーウェイトという先ほどのカメラの方を向いた面を黒く、カメラから見て角度が浅い面を白く、そういったような出力があるんですけど、それを反転させて、カメラから見てちょっと角度が浅いような面を黒く、そういったように塗るという合成モードも合成して、で、このようなちょっと単色ではないリッチな色の変化みたいなのをここの光のラインで表現してます。で、あとはカーペットのプロシージャルマテリアルですね。これスタイライズドシェーディングとはあまり直接的には関係しないんですけど、これ階段があったりとか奥のステージのところもそうなんですけど、結構複雑な形なんですよね、このシーン自体が。で、かつすごい巨大で、そこに全部もう UV 展開してテクスチャーを描いてってやると、ものすごい労力がかかるなと思ったので、これは全部プロシージャルマテリアルっていう、計算で求められるマテリアルを使ってます。具体的にはこのブレンダーには、ボロノイテクスチャーっていう光を混ぜる、円を混ぜるような、円がたくさん出てくるようなテクスチャーがあるんですよね。で、それを確か3個か4個とか、それくらい合成して、で、色をつけて、で、ちょっと深海っぽいような雰囲気のプロシージャルマテリアルを作って、で、このように自動でマッピングするというようなことやってます。で、次のこちらも自主制作の例なんですけど、例えばスタイライズドシェーディングとか、それ以外もそうなんですけど、イラストとかそういう気持ちのいい画面って、画面内にあるすごい大きなモチーフ、のっぺりとした面に美しいグラデーションがかかってるっていうのが、一つ法則としてあるんですよね。この画面でいうと、この巨大なアーチが真ん中にドーンとありますけど、これって左端はちょっと白っぽくて、右端は黒っぽくなってると思うんですけど、これライティングによって表現してる、光をこっちに当てて表現してるとかじゃなくて、これシェーディング、その先ほどのマテリアルエディターで白黒のグラデーションをつけて、で、それを合成するというような方法でやっています。ちなみになんですけど、この奥にも何個かこのアーチが連なってると思うんですけど、この辺ちょっと影の中に入ってるのかわかんないですけど、この暗くなってるアーチがあります。これも影の中に入ってるから暗くなっているというわけではなくて、このマテリアルノードでわざと暗くして、で、そのちょっと暗い色のアーチをここに置いてるというような、そういったような表現になります。なのでカメラを置いちゃえばもう全然 3D として
破綻しててもまあ極論いいわけなので、まあ、そういったところでこのオブジェクトはもっと暗くしたいとか、あとはこのオブジェクトはちょっと光らせたいだとか、そういったところを逐一調節していくような形になります。で、あとはちょっと細かいんですけど、この手前にモノレールが走ってて、この側面にのり面っていうなんか斜面みたいなのがありますよね。で、ここの下の部分がちょっとグラデーションがかかってるのがわかりますかね。ちょっともやがかかったような表現になってるんですけど、これは結構イラストとかにはだいぶ対応されてる表現でして、この前後が同じような色合いだと、どっちが表にあるのか、どっちが裏にあるのか、前後にあるのかっていう、その前後関係がわからなくなっちゃうので、それを防ぐためにも、こののり面の下の方を先ほどのテクスチャー座標の XYZ 分解して、でその下の方だけちょっと明るくなって、上の方は暗くなるというような、そういったようなシェーディングをして、この前後関係をあらわにするような、色使いになるように調節しています。こちらも自主制作の例なんですけど、漫画的な反射というのを僕はよく使ってまして、これちょっと細かいんですけど、このガラスの塀とかですね、ガラスの柵があるんですけど、ここに右上から左下に向けて、このシャッシャッシャとハイライトが入ってるのがわかるかなと思います。この下の床のところもそうなんですけど、これっていうのは全然3DCG 由来のシェーディングというか光の反射ではなくて、もう完全にマテリアルノードで作り出した反射ですね。先ほどの XYZ の分離からノイズというテクスチャーがあるんですけど、ブレンダーの。それをつないで、カラーランプでちょっと白と黒の度合いを調節して、で、エミッションにつなぐ、放射につなぐというようなことをして、この、漫画的な反射を作り出しています。で、あとはこの下の方に注目していただきたいんですけど、この柱にピンポイントで入るハイライトっていうのは、ここに多分ハイライトがあるとすごい絵として美しくなるなと思ったので、ただこれライトで表現しちゃうと、例えば、この横にいるロボットにも光が当たっちゃったりだとか、そういうなんか 3D 表現になっちゃうので、そういうのは避けたいなと思ったので、このマテリアルノードからここの座標を取得して、ここにだけハイライトが入るようなノードをつないで、で、ここでちょっと光らせてハイライトを表現したり、そういったようなこともよくやっています。で、あとはちょっと細かいんですけど、上の床のところの地面付近になんか光の拡散みたいなもやがかかってるんですけど、これはここに半透明のメッシュ板を1枚置いて、で、この手前の壁と奥の壁、色はほぼ同じような感じなんですけど、ただ手前の方が手前にあって、奥の方が奥にあるという、その前後関係を明確にするために、ここにわざわざ半透明の板を置いて、地面付近だけちょっと発光してるような形に半透明のマテリアルですね。そういうのを挟んで画面を作ってます。でもこれはスタイライズドシェーディングからはちょっと外れちゃうんですけど、この絵的な画面というか、イラスト調の画面を作る上で結構たくさんやられるテクニックだとは思います。で、こちらも自主制作なんですけど、自主制作は結構シェーディングの研究発表じゃないですけど、いろんな自分の中の技術を全部詰め込んだというのもあって、いろいろ新しいことやってるんですけど、例えば床の印象的な映り込みですね。これちょっとちっちゃくはなっちゃうんですけど、このオレンジ色の床があって、で、ここにちょっと縦にシャッシャッシャーとまたノイズみたいなのが入ってるんですね。で、これは結構イラストとか、そういう印象的な表現でよく見られる方法で、例えばここの手前にこういう緑色の大きなロボットがいますけど、ここの下にもこういうように反射が入ってます。なのでこれ自体はこの奥にあるシャッシャッシャのオブジェクトが反射して、白くなっているというようなわけではなくて、これも完全にマテリアルノードで機械的につけたようなノイズになります。で、実際はこの先ほどの画面端の色の変化と同じような感じで、この画面の下に近づいたら暗くなる。で、かつこのカメラから見てこの縦縞のノイズを合成してで、その画面端に近づいたら暗くなるというようなノードをつなげて、で、それをエミッションにつなげてこの反射ですね。そういったものを表現してます。で、ちなみにこれちょっとカラフルな感じにはなってるんですけど、そのノイズっていうのはカラーという出力があるので、そこからカラーに乗算をしてこの色をつけてる。で、それをエミッションにつないでこの反射を作ってるっていうような作り方になります。で、あとは地表付近のもやだったり、あとはレイヤーウェイトを用いたイラスト風表現、このゴンドラですね。カメラの方を向いた面を明るくして、背いた面を暗くするというようなことをすることによって、立体感があらわになるので、それは結構イラストとかでやられる表現かなと思うので、そういったものをマテリアルノードで疑似的に表現したりはしてます。で、あとはライティングだけでは難しい表現もスタイライズドシェーディングというか、そのマテリアルノードの知識があれば可能でして、例えばこのロボットとかは後ろからの強い光を受けて、シルエットが浮かび上がったような形のカットにはなるんですけど、ただこれライティングでやっちゃうとこんな綺麗なシルエットはもうほぼ出ないんですよね。だから、この辺はマテリアルノードを使ってレイヤーウェイトでカメラから見て角度が浅いところを白く、そうではないところを黒くというような合成モードにすることによって、この白と黒はっきり出たシルエットみたいな表現をすることもできます。で、ちなみにこの
周りの真っ黒な部分も光の影響を全く受けない真っ黒なマテリアルというのを作って、でそれをアサインすることによって、この奥からの光とかゴンドラに当たっている光だとか、そういったものを影響させないように、本当にもうシルエットにしかならないような真っ黒なマテリアルというのを作って、そういったものをこのように表現することも可能です。で、あとはスタイライズドシェーディングをやってると、やっぱり手書きでやりたいっていうことも多々あるんですよね。だからやっぱりその上から手書きをするっていうのも結構ありまして、例えばこれも自主制作の例なんですけど、カメラが固定された状態であれば、イラストみたいにも上から描いて、で、それをアフターエフェクトとかで後から合成してとか、そういったこともワークフローとしては可能なので、今回の自主制作とかではそういったことをよくやっています。で、あとはこれでは撮影処理でイラストっぽい質感を強めたりもしてますね。例えばこの光が当たってるところはもっと明るくなるようにしたりとか、逆に暗い部分はもっと真っ暗になるようにとか、そういった 3DCG の上だけでは表現できないような表現も結構アフターエフェクト上とかではやったりしてます。で、こちらは最後になるんですけど、この自主制作アニメーション以外にもいろいろやってます。で、この和室シーン自体は、実は多分ほぼ公開してないので、ここでしか見れられないものにはなるんですけど、結構イラストとかだと印象的なものを印象的に誇張して描くという、そういったような法則があるんですよね。だから例えばここの廊下で言うと、このハイライトですね。和室の障子に当たった白い光がこの板に反射してうねうねしているような、そういったような印象的に絵画的に描くことがあるんですけど、そういったものをかいつまんで表現することによって、この全体的にイラストっぽいような表現になります。で、やり方としては、これもちょっとうねうねしてるんですけど、このうねうねさせるっていうのを先ほどと同じような筆のテクスチャーを使ってノーマルマップにつないで、ちょっと疑似的な、方線の傾きというか、そういったものを表現して、筆で描いたようなハイライトをこのようにつけたりしています。で、あとはちょっと応用編としては、SSS っていう人の肌とかそういう半透明なものを表現する、シェーダーがあるんですけど、それを使って、この木の光の周りに拡散した彩度の高い色だとか、そういったものを表現したりとか、そういうこともしてます。つまりシェーディング、スタイライズドシェーディングっていうのは別に全然物理的なレンダリングじゃなくて、もう見た目が良ければもう全て良しみたいな、そういう感じの分野だとは思うので、だからもう全然いろんなものを使って、最終的な見た目が絵っぽくしたいのであれば、そういう入力を使うのでもいいですし、あとは、いろんな方法ありますけど、そういったものを駆使していろいろ作っていく分野だとは思います。で、あとはこの辺のガラスの表現とかもですね、先ほどの漫画風なガラスの表現と同じような作り方でやってますけど、斜めにノイズを入れて、それをエミッションで半透明に追加することによって、ちょっと漫画っぽいような表現をしたりもしてます。あとはこの辺の柱もですね、この真ん中は明るくて端っこは暗くなってるっていうのはあると思うんですけど、これをすることによって、一気に絵っぽくなるというような形があります。この細長いものはグラデーションがかかるっていうのがイラストの法則だと思うので、それをマテリアルノードによって、オブジェクト座標によって疑似的に表現することによって、このようなハイライトを真ん中に入れるというようなことがマテリアルノードで可能になります。はい。で、こちらは先ほどと同じシーンの話にはなるんですけど、この木の表現ですね。これも過去にやったことがありまして、今回の研究、アニメ背景風、ビルの研究と同時進行でやったことなんですけど、ここでやったことは、このオブジェクトの中で、このメッシュがオブジェクトの原点よりも後ろにあるのか前にあるのかっていうのをもとに、マスクを切るというような形ですね。奥にあるものは暗っぽくなって、手前に来るものは明るくなってみたいな、そういう表現が結構イラストの木とかだと対応されているので、そういうのを疑似的に表現するという意味でも、このオブジェクトの原点に比べて前にあるのか後ろにあるのかっていうのを、メッシュがどこにあるのかっていうのをマテリアルのノードから計算で求めて、でそれを元に色をつけるというようなことをやっていました。他にここでもちょっとさらっと出てくるんですけど、このようにこれですね、このカメラの方を向いたというか、カメラに近い方のメッシュを白くするようなマスクだったり、あとはこういったような、これあれですね、このカメラから見て、この横にあるようなメッシュだけを白くするような入力だったり、そういったマスクですね。あとはこれはオブジェクトの下の方は黒くて、上の方に行くにつれて白くなる。だから黒白のグラデーションがつけられる。だから要するにここでこの下の方はなんか青っぽくして、上の方は黄色っぽくしてみたいな、そういう絵的な表現みたいな、そういうのをマスクとして今後この後ここに着色していって、この木の表現を詰めていくというような形になります。で、これ全体的に言えることなんですけど、この手書きっぽい 3DCG を作るには、やっぱり手書きの手順っていうのを一回頭の中に思い浮かべて、でそれをノードに落とし込んで、でそれを順につなげて実現していくというような、そういったようなワークフローというか考え方でやるといいのかなと思ってます。でも僕は実際最初の方に紹介させていただいたんですけど、イラストとか
フォトバッシュとか、そういったものを結構よくやってたので、その時の書き方の癖というか、絵師、イラストレーターはこういう順番で書くんだろうなみたいな、そういうのが結構頭の中に残ってる 3DCG アーティストだったので、そういうのを思い返しながらノードで再現して、このような、絵っぽいシェーディングですね。そういうのを結構今研究したりしてます。はい。では、ということで、今回スタイライズドシェーディングについて、僕の気をつけてることだとか、そういうのを実習もまとめて表現、させていただいたのですが、スタイライズドシェーディングといっても結構幅広いものを指す分野でして、例えば物理レンダリングじゃないものを全部スタイライズドシェーディングというような形で表現するので、今回アナログ背景風ということで、ちょっと筆の質感が強いような、そういったシェーディングを主に取り扱ったんですけど、それ以外にもなんか、ゲームのローポリゲームっぽい感じだとか、フォトリアルじゃない表現であれば結構スタイライズドシェーディングと言える部分もあるので、それって結構表現として面白いなと個人的には思ってて、フォトリアルだと正解がもう写真しかないという時点でなんか天井があるような、僕にはそういう印象があって、ただスタイライズドシェーディングっていうと、表現になるので、例えばもう全然光が当たってないところでも明るくなったり、あとは影がもうすごい色に染まってたりとか、そういったところで印象的な画面を作れるので、個人的にはスタイライズドシェーディングというのはすごいやっていて果てしないというか、そういう楽しい分野だなと思っています。で、今回取り上げさせていただいたテクニックはもう本当に触りの部分なので、ここからどんなノードをどういうふうにつなげるのかっていうのはもう可能性は無限大にあるものなので、それからいろんなシェーディングが表現できるかなと思っているので、皆さんもぜひ今回のセッションを見てマテリアルノード楽しそうだなと思った方は、ぜひいろいろいじって、思い思いの作品、シェーディングを作っていただければなと思います。はい。というわけで、今回のセッションは以上となります。ありがとうございました。